こんにちは、ずんです。突然ですが、掛け布団はどれぐらいの頻度で買い替えていますか？実は我が家の羽毛布団はもう10年以上が経っていて、そろそろ買い替えかまたは打ち直しかと思っていたんですけど、購入したお店で同じ商品をチェックしてみたところ、10年前に比べると当然値上げをしていて、買い替えだと10万円オーバー、打ち直しは5万円。これが2枚となるとなかなかの出費。すぐに必要なわけでもないので、ずるずると先延ばしにしちゃっていました。もっと安い羽毛布団もいっぱいあるでしょと思うんですけどね。安い理由は必ずあるもの。やっぱり前の布団のが良かったっていう風になるのも嫌で、ここは打ち直しかなと思っていた矢先、SNS で流れてきたのがテンシャルの爆寝掛け布団ウォームです。テンシャルといえば寝ている間に疲労回復できるっていうリカバリーウェア、爆寝で有名ですよね。余談ですが、リカバリーウェアはうちの母親が何年も前から愛用していて、評判もいいので使ってみたいなとは思っているんですが、寝巻きに3万円って気軽に買えるお値段ではないですよね。お布団もさぞかし高いのかと思いきや、なんと定価29,400円。爆寝のパジャマと同じぐらいのお値段でした。これなら羽毛布団よりもお安いし、家事楽ポイントもいろいろとあったので、試しに一つ購入してみました。これが結論から言うと想像以上に良かったです。何がどう良かったのか、羽毛布団と比較しながら正直にレビューをするので、少しでも参考になれば嬉しいです。ちなみに案件ではございません。はい、ということで、こちらがその爆寝掛け布団ウォーム。簡易圧縮機能付きの専用バッグに入って届きました。中にはトリセツのシートと本体。かなりギュギュッと詰まった状態ですが、コンパクトに収納できるというところは助かります。羽毛布団も圧縮袋を使えば小さく収納できますが、圧縮すると羽毛がしぼんでしまって、干しても元の状態まで戻るっていうのは難しいんだそうですね。ボリュームが減ると暖かさが損なわれる原因にもなるので、羽毛布団の圧縮は推奨されていません。一般的な布団収納ケースに入れるとこのぐらいのサイズ感ですよね。爆寝の掛け布団と比べるとこんな感じです。羽毛布団のケースのおよそ半分くらいでした。収納スペースも今までの半分で済むので、来客用を準備していたり、ご家族が多いご家庭には嬉しいポイントかなと思います。で、これだけコンパクトに収納できるということは、羽毛布団よりも薄いということですよね。実際それほど厚みはないので、真冬にこれ1枚で本当に大丈夫かなと正直不安になりましたが、薄いイコール寒いではありませんでした。この爆寝の掛け布団は熱を逃がさず閉じ込めるアルミ断熱シート、湿気を吸収しながらしっかり保湿する調整シート、温度調整素材、そして表地裏地の5層構造でできていて、人が心地よく眠れる温度33度湿度 50% という心象内環境に自動で調整してくれるハイテクな掛け布団。羽毛布団よりも早くしっかり温まるんだそうです。布団も進化してるんですね。重ねられている順番にも意味があるらしくて、ロゴのタグがついている面を上にしてくださいということでした。側生地は表も裏もシアバター加工を施したマイクロファイバーフランネル毛布で、肌触りも滑らか。布団と毛布が一体化したような作りになっているので、布団カバーは不要です。つまり面倒な布団カバーの洗濯や掛け替え作業から完全解放。私的にはこの点も購入の決め手になりました。私はグレーを購入しましたが、カラーは他にネイビー、ブラウン、ピンクの全4色展開です。個人的にはホワイトとかベージュが欲しかったですね。見た目や肌触りが好みでなければ、ループもついているのでお好みのカバーをかけることもできます。はい、ということで、肝心の寝心地はどうなのか、私と夫それぞれ1週間ずつ使ってみました。平年並みの気温の1月中旬、我が家の寝室の温度と湿度はこれぐらいです。冬は床暖房のみでエアコンは使えません。
マンションで気密性が高いということもあって、床暖房も寝る直前に切っています。余談ですが、うちの姫はふわふわした肌触りが苦手で、案の定これもあまりお好みではない様子。布団を変えたら添いにしてくれなくなっちゃうかもしれないっていう心配もありつつ、とりあえず試してみました。正直に言うと、初めて使った1日目は羽毛布団より少し寒いような気がして、ちょっと失敗したかなと思ったんです。だけど気づけば2日目以降は不思議と寒さを感じなくなっていました。一緒には寝てくれないかもと心配していた姫もご覧の通り、いつもの位置で寝てくれました。羽毛布団は暑くなると足を出して寝ることもあったけど、爆寝はポカポカと暖かいのに汗ばむこともなくめっちゃ快適。湿度が調整されているんだなっていうことを実感しました。布団に入った時のヒヤッと感もないので、寝る直前に布団乾燥機で温めるということもしなくなって、結果的に電気代の節約にもなりました。夫も私と同じく1日目は少し寒いと感じたみたいで、初日は僕は絶対羽毛布団がいいと言っていたけど、日に日に快適度が増したらしくって、3日目には羽毛じゃなくてもいいかもって言い出してましたね。夫が使っている間、私は羽毛布団で寝ていたんですが、汗ばむと湿気が気になるようになってしまって、爆寝の布団で寝たいなと思うようになっていました。口コミでは重いという書き込みもありました。爆寝掛け布団ウォームの重さはシングルサイズで 3.2 キロ。うちの冬用の羽毛布団はダウンの量が1キロで、生地を含めた総重量はおそらく 2.5 キロぐらいだと思うので、やっぱ比べてみると確かに羽毛布団よりは重たいです。だけど私個人的には寝ている間はさほど重いとは感じませんでした。爆寝の掛け布団は丸洗いできるのも嬉しいポイント。ネットに入れて洗濯機で洗うことができます。羽毛布団はさすがに家では洗えないし、クリーニングも頻繁に出すわけではないので、衛生面も気になっていたんですよね。で、これ布団用のネットがなくてパンパンになってしまいました。あまり余裕がないのはよろしくないので、早急に布団用のネットを買おうと思います。最近のコインランドリーでは羽毛布団も洗えるみたいですよね。だけどうちの羽毛布団の洗濯表示は水洗いが NG。 布団のクリーニング代もバカにならないので、家で気軽に洗えるっていうのはすごく助かります。はい、ということで洗濯機が洗ってくれました。取説には側生地を傷める恐れがあるので、家庭でのタンブル乾燥はお控えくださいと書いてありました。うちは浴室乾燥機で乾かしたんですが、いつもの洗濯と同じ乾燥時間で乾きました。もちろん外に干しても OK。直射日光だと日焼けする可能性があるとかで、布などでカバーをするか陰干しが推奨されています。あとケースにしまう際の注意事項で、製品タグとか本体タグが収納バッグと密着した状態で長期保管すると色移りすることがあるそうです。なのでタグ類はケースに密着しないように入れてくださいとのことでした。ちなみにこの収納ケースは真ん中のジッパーを閉じると圧縮できるようになっています。私は今まで掛け布団は羽毛一択、羽毛しか勝たんと思っていたので、羽毛以外の布団には少し抵抗があったんですけど、今回初めて爆寝の掛け布団を使ってみて、その考えが変わりました。温度湿度をいい感じに調整してくれて、寝心地がいいのはもちろん、お家で丸洗いができてカバーも不要、さらにコスパもいいので思い切って買いでみて大正解でした。羽毛布団の買い替えを迷っている人やお手入れが楽な布団を探している人には特におすすめです。寒冷地にお住まいでウォームではちょっと不安という方には、さらに暖かい6層構造のエクストラウォームもあります。気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。
はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録、ハイプをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。